はい、皆さんこんばんは。本日はですね VFC の、コルト M733 こちらをですねブラックホークダウン風にカスタムしたいなと思っております。以前ご紹介した時にもお話ししましたが、この銃を購入したきっかけっていうのがですね、この映画ブラックホークダウンですね。はい、何度も見せてますけど、こちらなので、この銃もですね、映画の中の、デルタの隊員であるフートが使用していた銃のようにですね、カスタムしたいと思って動画に撮っております。実際フートはですね M727 なので、もうすでに銃が違いますけれども、あと実際の構成とは違う部分ももちろんありますが、その点はご了承いただければと思います。今回ですね、カスタムを行う動画と、あとそのカスタム後のですね実写シーン少しになりますけれども、お送りしたいと思います。カスタムするにあたってですね、購入した品をですねご紹介したいと思います。まずフラッシュライトなんですけれども、こちらですね、M300A のですね、シュアファイヤーモデルのレプリカになります。あとこちらリモートスイッチもですね一応つけてるタイプになります。あとですね、これを取り付けるためにこちらですね、こちらアウターバレルにつけるバレルマウントベースになります。この通りですね、レールタイプなんですね。でこの時代ですね、これは本来このようなバレルマウントで、ライトを装着するのがこの時代に適しているのと思うんですけれども、私も一度その形式のものを購入したんですけれども、スイッチの不具合などでですねちょっと不良品だったので、今回諦めてこちらにしております。あと続いてですね、このグリップ、単語ダウンタイプのですね、レプリカになりますけれども、こちらに変えようと思っています。グリップは本来この A2 タイプ正しいんですけれども、どうしてもこのフィンガーチャンネルが痛くてですね、今回変えようかなというふうに思っております。あとですね、ドットサイトですが、これ ANSアンスって読むんですかね、ちょっとわかんないですけれども、そちらのメーカーの、ドットサイトにしようかと思っています。この時代はコンプ M2 タイプのドットサイトを載せとけば間違いないと思うんですけれども、ちょっとあんまりコンプも M2 もちょっと飽きたので、ちょっと違うドットサイトを載せてみたいなと思い、こちらにしました。あとですね、先ほどから言ってるフートはですね、マウントにドットサイトを載せてないんですけれども、私的にはですね、このキャリングハンドルにドットサイトを載せたいなというふうに思って今回購入しています。あとこちらドットサイトを載せるにあたって、こちらキャリングハンドルに載せるマウントになります。こちらを取り付けたいと思っております。この時代なのであまり多くのカスタム品は載せないと思っていて、今回、こちらを取り付けたいと思います。それではまずグリップを交換したいと思います。ですね、これ今取り付けてみたんですけど、結構ずれちゃうんですね、こんな感じで。で、あとですね、今もう埋めましたけど、ここですね、ここに穴が開いてるんですね。そうするとここにですね、このセレクターのスプリングが入ってるんですけど、このテンションがなくなってしまうので、まずここ穴をビニールテープでちょっと埋めています。あとですね、その前後のズレがあるので、この穴の位置をちょっと削って
奥もちょっと削ってですね調整して入れたいと思います。はい、一応取り付け終わりました。若干ですねまだ空いてるんですけど、これが限界かなとちょっと思いました。あとセレクターは本当に一応グリップ感があります。これでいきたいと思います。続いてですねこのキャリングハンドルのとこにマウントをつけたいと思います。はい、取り付けが完了しました。続いてアウターバレルにですねこのライトのマウントを取り付けたいと思います。でアウターバレルはちょっと傷つけたくなかったので、私はビニールテープを一応巻いています。はい、取り付けが完了しました。はい、続いて、フラッシュライトを取り付けたいと思います。はい、一応取り付けができたんですが、このネジなんですけど、ここですよね。このライトのマウントっていうんですかね、取り付けのところに干渉しちゃってですね、きつくは締めらんないんですよね。なので、ちょっと今度時間ある時このボルトネジ先端をちょっと削りたいと思いますが、とりあえず今回はこれで装着ができました。リモートスイッチなんですけれども、こんな感じでつけたいと思うんですが、ちょっとここを塗装したいと思うので一旦取り付けはやめておきます。最後にドットサイドつけたいと思います。はい、取り付けが終わりました。以上でですねカスタムパーツの装着は終了になります。いかがですかね。このままだと使用感もないので、まずはウェザリング塗装で使用感を出したいと思います。その後ですねフロントサイド、あとハンドガードですね、あと、グリップストック、ここをですね、別の色で塗装できたらなというふうに思っています。あとですねこちら、ハンドガードを塗装するのに分解したいなと思って、このハンドガードリングですかね、これを外そうと思って到底表じゃ取れないんで、こちら購入しました。これはガーダンですね、ハンドガードリムーバーツールという名前なんですけれども、これがあると非常に楽に取れるということなのでちょっと購入しました。値段は結構いい値段しますけれど、このようにですねして取り付けて、あとはですねこれを挟みながら引っ張るとはい、確かに簡単にハンドガードが取れます。それではこの後ちょっと塗装したいと思います。ウェザリングと塗装した後がですねこのようになりました。いかがでしょうかね。まずこのレシーバーとかですね、あと、こういったバレル部分ですね、こういったところは全体的に使用感を出すためにシルバーを中心にウェザリングマスターで塗装をしています。こういった擦れ具合とかですね、そういったものを塗ったりしています。あとフロントサイドとグリップですね。あと、ここはですね基本はタンをベースに塗っています。タンをベースに塗った後ですね、こういったところはですね塗装を剥がすような形で、使用感を出したりしています。あとこういった茶系っていうかですね、ウェザリングマスターで茶系のやつもちょっと塗ったりして、使用感とか汚れとかですね、そういったものもちょっと表現したりしています。あと一部ですね、こういったところは、金属が出てるような感じに仕上げています。はい、グリップも塗装を剥がしたりして、握り込んだ感とかですね、ストックもですね、一
ちら使用感を出すようにちょっと塗装を剥がしたりしています。あとフロントサイトなんですけれども、初めはこちら分解して塗装しようと思ったんですが、このピンがですね抜けないんですね。なのでこの写真のような感じにして、マスキングをしてですね塗装を施しました。あとフラッシュライトにですねリモートスイッチをつけて、そのスイッチですね、それをこのハンドガードにこの黒のラップみたいので包んだ形にして取り付けています。先ほどですねこのアウターバレルマウントですね、こちらのネジが長くてちょっとネジを切るような話をしたと思うんですけれども、この上にですね六角ナットをですね、入れることで、下のライトに干渉しないようにしています。本当はこちら黒で塗ればよかったんですけど、今ちょっとシルバーのままにしております。あとアウターバレルはちょっと延長しています。こちらこの部分ですね、2インチなので、本当は3インチ伸ばして 14.5 インチにしてですね M727 のサイズにしようと思ったんですけれども、ちょっと3インチのバレルエクステンションがですねちょっと手に入ってなかったので、今手に持っているこの2インチのものを加えました。ちょっと太さも違ったりするので、その点はちょっとご容赦いただければと思います。ただこうやってアウターバレルを伸ばすとですねちょっと雰囲気が変わるかなというふうにも思いました。あと分かりづらいんですけれども、全体的にですね、すすとか泥の汚れとかですね、そういったものをウェザリングマスターで表現はしています。分かりやすいのはこのマガジンのところとかですね、ちょっと黒くなったりしてるのはそういう感じにしています。全てのですね塗装後には艶消しのトップコートでコーティングをしています。以上でカスタム品の取り付けと塗装によるですね使用感を出すカスタムは終了になります。私的にはですねカスタムとまた塗装を施すことで、さらにですね、愛着が湧いたかなという感じがします。いろんなご意見あるかと思いますけれども、塗装はですねちょっと自己満足だと思ってご容赦ください。同じカスタムを行いたいという方のですね是非参考になれば幸いです。それではこの後ですね実写シーンも少しお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。